こんにちは、旅ちゃんぽんです。成田空港からフィリピン・マニラに2泊3日で旅行に行ってきました。日本から近いのに観光で行くには少し尻込みしてしまうマニラ。そんなマニラの現地の様子をお伝えできれば幸いです。東京・品川駅から成田エクスプレスを利用して成田空港まで向かいます。第3ターミナルに到着しました。第3ターミナルは直結している駅がないので、お隣の空港第2ビル駅から徒歩などで移動する必要があります。歩いてだいたい15分ぐらいの距離です。チェックインを済ませて突き当たりまで行くと大きなフードコートがあります。フレッシュネスバーガーや長崎ちゃんぽん、うどん屋さん。悩んだ結果、朝ごはんはきつねうどんにしました。さて、食事も済ませたので出国審査に向かいます。なんだか空いてる感じがしますね。というか、空いてました。スムーズに手続きできました。免税店が立ち並ぶ制限エリアもほとんど人通りがありません。搭乗口は150から160まであるようです。行き先は台北、ソウル、マニラ、上海など。まだ全面開業していないのかなと思いきや、2015年に開業されたそうです。こんな感じでいろいろな種類の LCC の飛行機が止まっています。カフェなどの飲食店も軒並み空いていてゆっくりと過ごせます。この日は5月2日、ゴールデンウィークど真ん中でしたが、連休中の空港とは思えないのんびりした雰囲気です。搭乗ゲート付近に来ました。この辺りはさすがに賑わっています。11時10分、帝国通りの出発です。搭乗のゲートをくぐったら、なぜか屋外の階段を降りることになります。なかなかの距離を歩くので、これは冬場だったら結構寒いかもしれません。LCC 専用のターミナルということで、こういった部分がシンプルに作られているのかもしれません。さて、しばらく歩いて飛行機の乗り口が見えてきました。フィリピンエアアジアの飛行機です。機内はこんな感じ。3席のシートが左右に2列並んでいます。足元は広くはないけれど、まあまあゆとりがあります。まもなくして帝国通りに離陸。飛行機の中がキンキンに冷えていて、天井がドライアイスを炊いたみたいになっています。上着が必須です。日本から4時間40分、フィリピン・マニラに到着しました。飛行機の中は極寒でしたが、マニラはさすがに暑いです。5月のマニラは30度ぐらいの暑さです。フィリピン民族の絵が描かれています。エキゾチックで素敵ですね。こちらはフィリピンでおなじみの乗り合いバス、ジプニー。空港は広々としており、とても綺麗です。もっと怖い印象があったのですが、全くそんなことはなく、至って平和です。空港からはグラブという配車アプリを利用します。日本であらかじめダウンロードしておいて、クレジットカードの登録まで済ませておくと安心です。空港の中にグラブのカウンターがあって、スタッフの方が配車の手配をしてくれました。車社会のマニラの交通事情は、朝と夕方の通勤時間帯に渋滞が深刻です。交通の案内もわかりにくいようで、例えば車線のないこんな道だとどこを走っていいかわからなくなってしまいそうです。マニラではバイクを多く見かけますが、みんなフルフェイスのヘルメットをしっかりとかぶっており、東南アジアにありがちな3人乗りや4人乗りなどの危険な運転は見かけません。地域によるのかもしれませんが、とても良い秩序が保たれているように感じました。渋滞もなく、空港からだいたい20分ほどで今日泊まるホテルに到着しました。グランドハイアットマニラです。2018年に開業したこちらのホテル。入り口にはセキュリティがいて、入館のたびに荷物検査を受けることになります。エレベーターでお部屋に向かいます。お部屋は39階。66階建てのこちらのホテル。フィリピンで最も高いビルらしい。ドアを開けると壁。
お部屋の中が見渡せない作りはちょっと珍しいですね。玄関のすぐ隣に独立したお手洗いがあります。海外のホテルでお風呂とは別の場所にトイレが設置されているのは珍しいなと思いました。日本人には馴染みやすい配置ですね。部屋を入って左側にはクローゼット。その隣は浴室です。バスタブも設置されていて、ゆっくりと入浴ができそうです。それで、このお部屋のすごいなって思ったところは、後ろを向くと、また浴室があるところ、大きめのシャワールームが設置されています。洗面スペースが2人分用意されているので、ゆっくりと身支度ができます。引き出しを開けるとアメニティが入っています。そしてシャワールーム。シャワーヘッドはハンディタイプと天井に固定されているタイプ。ボディーソープ、コンディショナー、シャンプーが据え付けられています。座りながらシャワーができる点も嬉しいですね。洗面所を出てお部屋の奥に進むとベッドが2つ。2台のダブルベッドが置かれています。お部屋の奥、突き当たりにはミニバーがあります。お茶を入れる急須とイディのコーヒーメーカーがありました。ホテルオリジナルのナッツとチョコレート。高いのでしまう。無料の飲料水はボトルが3本。緑茶、紅茶、カモミールティーのティーバッグ。ドリンクの冷蔵庫はたくさん入っているけど、これらは全部有料ですね。それなりのお値段なので、ホテル周辺のコンビニやスーパーで購入した方が良さそう。窓の外、39階からの街並み。都会的な眺めです。荷物を置いて身軽になったので散歩に出かけます。今日泊まるグランドハイアットの外観。66階建て、高さ318メートルの超高層ビルです。この建物以外にも高層ビルが立ち並んでいるので、ビル風が結構強めです。歩道は広く綺麗で、治安の悪さは少しも感じられません。この辺りは BGC、ボニファシオグローバルシティという地区なんだそうです。もともとは軍用地として利用されていましたが、1995年以降に再開発され、現在の街並みが形成されました。この目の前にあるのがアップタウンモール。このピンクの乗り物はフィリピンの電動スクーターのシェアリングサービスムーバー。10分あたり50ペソ、130円程度で利用できるようです。さて、ちょっと小腹が空いたので、どこかレストランに入りたいと思います。こちらのお店に行くことにしました。ティム・ホーワンです。ティム・ホーワンは香港発祥の中華料理のレストランです。現在12カ国にフランチャイズ展開しているティム・ホーワンですが、親会社は香港ではなくフィリピンのジョリビーフーズなんだそうです。フィリピン・マニラに6店舗以上展開している人気店ですが、お店に入ったのが4時頃だったので、空いていて、ゆっくりと注文することができました。お店の外には巨大スプライト。窓の外の景色をよく眺めてみると、至近距離に台湾料理のディンタイフォンがありました。ここに来れば台湾料理と香港料理のはしごができるってわけですね。さて、まずは水分補給、香港ミルクティーを注文。移動でちょっとお疲れ気味の体にすっきりした甘さのミルクティーが染み渡ります。まん丸の形が可愛いこちらはベイクドチャーシューパオ。チャーシューメロンパンです。絶妙な甘じょっぱさが癖になります。こちらはエビとニラの蒸し餃子です。もちもちとした皮が良い食感。こちらは超麺、焼きそばですね。濃いめのしっかりした味付けはお酒に合いそうです。窓の外ではスプライトの噴水が放水タイムだったようで、多くの人がカメラを構えて撮影していました。スプライトの容器から放水が始まるかなと思って見てたのですが、それはありませんでした。一風堂がありました。おしゃれな作りですね。アップタウンモールの最上階は飲食店街になっていて、フロアの中央には教会があります。フィリピンは国民の8割がカトリック教徒です。さて、次はフィリピンで一番有名なファーストフードのお店に向かいたいと思います。到着しました。ジョリビーです。
フィリピン国内には1150店以上、世界では1700店舗以上を展開する巨大チェーンです。ちなみに日本には出店していません。注文はタッチパネル。クレジットカードが利用できるのでスムーズです。注文したものは出来上がり次第持ってきてくれるということで、2階の座席で待機。やってきました。これで575円ぐらい。安い。お土産にこのジョリビーのオリジナルグッズが欲しかったのですが、売っていませんでした。ジョリビーを食べ終えて、最初にいたモールに戻ってきました。すっかり夜になりましたが、多くの人で賑わっています。このエリアは警備員と監視カメラが至るところに配置されており、安全なんだそうです。謎の赤いキャラクターが微笑むレストランを発見。TFF ザ・フライドチキンファクトリーです。フライドチキンやチャーハンが看板メニューのファーストフード店。お腹が空いていなかったので食べられませんでした。残念。お店の脇には猫ちゃん。そしてこのエリアにはなんと三越があります。ティーコーヒーも入ってる。店内も日本のデパートのようです。三越の中のカフェレストランにやってきました。コーヒービーン&ティーリーフ。日本に出店のないチェーン店です。クッキースキレットというデザートを注文してみました。温かいクッキー生地の上にバニラアイスクリームが乗っています。さらにチョコレートソースとキャラメルソースがトッピングされているので、甘いものを食べたなという満足感が得られます。お腹いっぱい大満足の状態でホテルに帰ってきました。ホテルのロビーでは生演奏が。良い雰囲気です。次の日。今日も良いお天気に恵まれました。朝から日帰りの観光ツアーに参加するので、今朝は早めに起きて朝食ビュッフェの会場に向かいます。オープンと同時に来たので空いています。ビュッフェの真ん中がキッチンになっていて、シェフが目の前で調理した食べ物をいただくことができます。料理は多国籍のラインナップに対応しています。洋食、和食、中華はもちろん、フィリピン料理や東南アジアの料理もいただけます。こちらはシンガポールの国民的料理、ハイナンチキンライス。こちらは中華料理のコーナー。お粥やせいろの種類が豊富です。スイーツやデザート類もとても豊富に用意されています。ホットケーキやワッフルはメープルシロップやチョコレートソースをかけていただけます。そして驚いたのが綺麗にディスプレイされたヤクルト。ガラス越しなのでちょっと選びづらいですね。スタッフの方に取っていただく形になっています。お隣のコーナーに行くと、どうやらシリアルのコーナーになっていて、何やらいろんな種類のシリアルとグルテンフリーのスイーツ、シリアルにトッピングするドライフルーツとヨーグルト。こちらは小さなケーキたち。いろいろな種類が食べられそうです。こちらはトロピカルなフルーツジュース、グヤバのジュース、グアバジュース、カラマンシー、ウォーターメロン、野菜ジュースも豊富に揃えられています。カットフルーツも新鮮です。熱帯で育った濃厚なフルーツがたくさん食べられます。いろいろな種類を食べたいので、それぞれ少量ずつお皿に盛っていただきました。出来たてを用意してくれる卵料理はスクランブルエッグにしました。トマトとかマッシュルームなども好みに合わせてトッピング可能です。インドカレーとチャパティ、ごま団子とかシューマイとかソテーされたお野菜なんかを持ってきてみました。そしてサラダ、デザートもいただきます。スイカジュースとフルーツヨーグルトで締め、大満足。ごちそうさまでした。食事を終えて身支度をし、1階のロビーでツアーの送迎を待ちます。はい、送迎が来ました。乗り合いのワゴンで移動しています。結構低い位置に電線がもじゃもじゃ生えています。車窓からの街並みが異国感があって見ていて飽きないですね。空中に張り巡らされた電線が非常に多いのはマニラを含むフィリピン都市部でよく見られる風景です。まだ地中化が進んでおらず、電線、ケーブルが複雑に絡まっていることが多いです。そして電柱や建物に大量に貼られているド派手なポスター。
わかりやすさよりもとにかく目立たせることを重視しているようです。街並みは新しめのコンクリート建築とやや古びた建物が混在しています。マニラでは高級住宅地とスラム的な地域が隣接していることも珍しくないんだそうです。リサール公園に来ました。リサール公園の歴史は古く、1820年開園。出店も出ている大きな公園です。公園入り口の高い国旗は高さが61メートル。公園の中央にはリサール記念碑があります。ここはフィリピン独立運動の英雄、ホセ・リサールが処刑された場所として知られ、毎年6月12日の独立記念日にはここで国家的な式典が行われるんだそうです。記念碑の周りは24時間体制で警備されています。ホセ・リサールがスペイン植民地政府により公開処刑された様子が再現されています。その左手にはホセ・リサールの最後の一日が表現されています。牢獄の中で最後の詩を書き、家族や恋人と最後の面会、そして処刑場まで向かう様子が描かれています。処刑の日時が記載された石碑、どうやら撮影スポットのようです。次の場所に移動します。サン・アグスティン教会にやってきました。フィリピンで最も古い教会で、マニラで唯一の世界遺産に登録されている歴史的建造物です。フィリピンは地震が多いので、高さが低く設計されているんだそうです。スペイン統治時代初期の1607年に完成したこの教会、今まで何度もの戦争や地震に耐えてきた歴史的建造物です。中では日曜日のミサが行われています。1993年に世界遺産に登録されました。石畳が美しいこの場所、お土産屋さんや飲食店が出店しています。美味しそうなフルーツジュースがありますが、氷が使われているので慣れない人が飲むとお腹を壊してしまうそう。次に来たのはこちら、マニラ大聖堂です。1571年に創設され、第二次世界大戦では破壊されましたが、1958年に再建されました。今までに計7回の破壊と再建を繰り返しているこの教会。再建時には日本で行われた募金によって6万袋のセメントが使用されたそうです。2025年4月に亡くなったローマ教皇フランシスコも2015年にこの教会を訪れたことがありました。フランシスコがこの場所で主催した野外ミサは過去最多の600万人が集まり、大変大規模なミサになりました。この動画を撮影しているのは2015年5月4日。この3日後、5月7日からは次のローマ教皇を選ぶコンクラーベが始まります。有力候補の一人にフィリピン出身のタグレス司教が浮上していました。国民の8割がカトリックのフィリピン。多くの国民がコンクラーベの行方に注目していました。次の場所に移動します。サンチャゴ要塞にやってきました。サンチャゴ要塞はスペイン植民地時代に建てられた歴史的な要塞です。フィリピンの英雄ホセ・リサールは処刑されるまでここに投獄されていました。大砲が展示されています。レプリカではなく、かつて実際に使用されていたものなんだそうです。オランダ艦隊や海賊など外部からの侵入者を迎撃していました。また別の場所には大砲とたくさんの砲弾が展示されていました。しばらく歩くと正面にサンチャゴ要塞の正門が見えてきました。地震や戦争を経て幾度となく再建され、今の形になっています。現在は石造りのこの要塞、これはスペイン式の造りなんだそうで、スペイン統治前はなんと木造の砦が建てられていました。もともとの砦の持ち主はラジャマタンダ、ブルネイ王国海軍の大将を務めた当時のフィリピン・ルソン島の国王です。ラジャマタンダの砦はスペイン上陸時に破壊され、現在の石造りになりました。スペインによる植民地の時代は1571年から1898年まで続き、その後は1942年までがアメリカ、1945年まで日本、それぞれの国に占領され続けてきました。サンチャゴ要塞の地下牢に入ります。入り口は狭く、大人がかがんでやっと通れるだけの大きさ。中は意外に広く、第二次世界大戦中を再現したジオラマが置かれています。
日本軍による拷問や処刑の様子が展示されています。大きな白い十字架がありました。この地で亡くなった多くの人たちを追悼する思いが込められています。城壁沿いにある監視拠点、地下に降りる階段があり、要塞内部と連絡しています。見張り塔は川の方向を監視できる位置にあり、敵の接近や脱走防止などを警備するために利用されていました。川を挟んだ向こう側は高層マンションの住宅街になっています。ホセ・リサールの像があります。処刑される時にここからリサール公園まで歩いたんだそうです。次の場所に移動します。フィリピンの革命家アンドレス・ボニファシオの記念碑です。ボニファシオはスペインからの独立を目指した秘密結社カティプナンの創設者・指導者として知られています。フィリピンの独立を目指し労働者階級の英雄として称えられたボニファシオでしたが、34歳の時に反逆罪で処刑されました。次の場所へ移動します。セブンイレブンに立ち寄ります。マニラで最も多く見かけるコンビニエンスストアがこのセブンイレブン。フィリピン国内では3500店舗以上展開しています。フィリピンのセブンイレブンではミスタードーナツの商品が販売されています。1つ50円ぐらいで買えるようです。中国人街にやってきました。1594年設立の世界最古のチャイナタウンです。スペイン統治時代に中国人居住者を管理するために設けられた特区で、現在も多くのフィリピン家人が生活しています。中央にある銅像はフィリピンの実業家ロマン・オンピン。フィリピンの革命家を支援し続けた中国系フィリピン人です。中華料理のレストランにやってきました。フィリピンの食材やテイストを取り入れた本場中国とは少し異なる味付けの料理をいただけます。全体的にフィリピンの味覚に合わせた少し甘めの味付けになっています。みりんや砂糖などを使う日本人の食の好みにも合っているように感じました。ビノンド教会にやってきました。キリスト教に改宗した中国人のために1596年設立。第二次世界大戦では大きく破壊されましたが、その後再建され現在の姿になりました。建物はバロック様式の影響を受け、スペイン様式の装飾が多く見られますが、祭壇の両脇には中国語の文字が赤い垂れ幕に書かれています。中国系フィリピン人の信者が多いビノンド教会ならではの文化的特徴です。たくさんのろうそく、イエス・キリストの存在や教えを象徴する重要な意味を持っているんだそうです。フィリピン初のカトリック殉教者、サン・ロレンツォ・ルイスの像があります。ここはマニラ市トンド地区リカフォート通り。トンド地区はマニラで最も人口密度が高く、貧困率が高めの地区とされていますが、ここリカフォート通り周辺はスモーキーマウンテンといった過去のスラム地域とは距離があり、一部は発展再開発が進むエリアとして活気がある地域です。キアポ地区にやってきました。人口密度の高いエリアです。キアポ地区にはキリスト教の聖地として知られるキアポ教会があり、広場は多くのキリスト教信者で賑わっています。たとえ日中であってもスリやひったくりが多く発生するエリアです。キアポ教会は1582年建立の由緒ある教会。ブラックナザレという等身大の黒いキリスト像が祀られていることで知られています。キアポ教会は特に庶民や貧困層の信仰の場とされており、フィリピン全土から信者が集まります。さて、キアポ教会を離れ、次の場所へ移動します。ショッピングモールにやってきました。世界で3番目に広い床面積のこちら、SM モール・オブ・アジア。フィリピン最大の大型商業施設です。日本でもおなじみのレストランやファッションブランド、その数は約800店舗。モールの中になんとメリーゴーランドがあります。もちろんジョリビーもあり、賑わっています。カフェで一休み、ココナッツラテをいただきます。カルフールのような巨大なスーパーマーケットもあります。ここは SM ハイパーマーケット。スーパーでありながら、衣料品、キッチン雑貨、家電などいろいろなものが取り揃えられています。さて、ツアーが終わったので、モールを後にし、ホテルの方に帰っていきます。
昨日も訪れたアップタウンモールにやってきました。もう夕食の時間なのですが、あまりお腹が空いておらず、カフェで一休みすることにしました。アイスコーヒーとハーブティーなどを注文。ツアーに参加した後なので結構疲労が溜まっているのですが、明日帰国してしまうということもあり、こうして頑張って夜景などを撮影しています。でもさすがにもうそろそろ帰ります。次の日、ホテルの朝食会場にやってきました。昨日の夜は夕食を食べなかったので、朝ごはんをたくさん食べられそうです。中華バイキングのようにしてみました。ごま団子やあんまん、チャーハンなど、新鮮なサラダ、ドレッシングの種類が充実しているので飽きずに美味しくいただけます。中華粥とカットフルーツとスムージー、意識高めの健康的なチョイスにしてみました。フルーツヨーグルトを食べて終了。チェックアウトを済ませ、ホテルの前からアプリを使ってグラブを手配。グラブを待っている間、コンビニの前で見つけた良い形に丸まって寝ている猫ちゃんと警戒してこちらを見ている猫ちゃん。グラブで空港まで到着しました。ニノイ・アキノ国際空港の中で最も新しく広くて綺麗とされるターミナル3です。チェックインを済ませ制限エリアに来ました。店舗数は多くないですが、免税店やカフェを利用することができます。プライオリティパスを使って入れるラウンジにやってきました。サンドイッチやあんまんなどちょっとした軽食をいただけます。席の数は少なく少し狭めです。もう一つプライオリティパスで利用できる丸幅ラウンジに来ました。先ほどのラウンジに比べて広くて座席も多く、軽食とドリンクの種類が豊富です。ただなぜかお水は冷えてなくて常温でした。おそらく一緒に入っているコーラやスプライトも常温です。さて、そろそろ時間なので搭乗ゲートへ向かいます。直前で 2,3 回搭乗ゲートが変更になりました。案内板をよく見ておく必要があります。13時20分、フィリピンエアアジアに乗って成田空港まで向かいます。到着は夜19時5分の予定です。空港で買ったバナナチップスを食べながら帰国。成田空港に到着です。空港はゴールデンウィークなのに行きも帰りも空いていてとてもスムーズでした。国後最初の夕食はうどん。ほっとする美味しさです。2泊3日のマニラ旅でしたが、幸い危険なこともなく楽しむことができました。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ評価とチャンネル登録をお願いいたします。